日はまたあんたは公演？ああ、もう何度同じ話をすればもういいか分かんないな。もう飽きちゃったよ。僕もお前みたいに僕に喋らせたいな。まあたまには変わるさな。いやダメだよ。もうお前はもう僕みたいに僕らしく喋れないじゃん。期待を裏切るわけにもいかんしね。まあ最近は僕もだいぶさ僕らしくなってきた。大丈夫？いやダメ。お前は僕じゃないんだ。いやギャラはあんたの口座に振り込むってね。いやそうじゃないよ。僕じゃなければダメなんだ。お前は人間だからね。お前はアンドロイドになりたいのか？まあね、そうかもな。じゃあ今日は私が話をさせていただきます。先週までですね2週間ヨーロッパにいたんですよね。でその間、4回、講演みたいなものを引き受けて、4回とも彼が頑張ってくれました。私その間もヨーロッパでイタリアのパレルモっていう町で美味しいものを食べたりですね、デンマークの、オーデンセンというアンデルセンの故郷ですけれども、そこでアンドロイド演劇、別のアンドロイドとちょっと、別なことをしておりまして、でその間彼が頑張ってくれた。全部ちょっとできないんです。まだ少しこれ新しい技術で作っていてですね、今まで空気で動かしてたんですけれども、これ、電気で動かしているのでまだ改良が必要なんですけど、また年明けには、全部を一人で講演できるようになるかと思います。今は5分か10分ぐらいの講演と、それとあと女性のアンドロイドが助けて2人で頑張ってるっていう感じでやっております。で講演を代わりにやってくれるということもそうなんですけれども、このあとですね、12月に私2つ、これは私日本にいるんですが、ダブルブッキングしちゃったんですね。国際会議という会議の講演をですね。でしょうがないから、両方の、主催者にですね、申し訳ないけれどもどっちかアンドロイドを送らないといけないんですけど、どうしましょうって言ったら、両方の主催者がですね、ぜひアンドロイドをお願いします。僕はもういらないっていうことですね。でアイデンティティっていうのは何かっていうことなんですけれども、もちろん人間にとって見かけっていうのは非常に重要なアイデンティティですね。映画スターもそうですしね、初対面であまり話をしない時にアイデンティティって言ったって中身見えないわけですからね。でそれに加えて研究者として何がアイデンティティって大事かっていうと、研究成果なわけです。で私の問題はですね、両方が一緒なんですよね。例えば数学ですごい発明された先生は数式見てもその人だっていうよりも、その数式を説明するその人もセットで、人に認識されるわけですけれども、私の場合は、こいつだけでいいわけですよね。こいつが両方兼ねちゃってますから、研究成果もアイデンティティも、私はもういらないと。アイデンティティが一人歩きしてしまうという非常に複雑な人生になってきています。でそういう複雑な人は徐々に増えておりまして、最近、米朝師匠、すごいちょっと後ろに米朝師匠現在の姿が見えておりますけれども、米朝師匠も落語がだんだん難しくなってきて、でも人間国宝である師匠の芸は守らないといけないと、それで、後ろの方に見えている米團次という息子とスポンサーと私が相談してですね、ぜひそれをアンドロイドでアーカイビングしようと。そうやって人の存在感というかアイデンティティというのは後世に受け継がれていく可能性というのが実際に出てきたということですね。でこういうアンドロイドで、いろんなことを思うわけですけれども、アンドロイドを作って、その自分がアンドロイドと一緒にいろんな活動をしていると、まず、一つ最近思ったのはですね、
経験っていうのは共有できるんだろうかっていうわけです。先生のアンドロイドはあそこで見ましたよとかここで見ましたよとかって言われるんですよね。でもちろん私が講演していないにもかかわらずアンドロイドが講演したにもかかわらず先々週の僕の講演見ましたと言われるわけです。じゃあ、自分の経験っていうのはどこにあるんだと。もちろん私の記憶の中にもあります。でも皆さんの記憶の中にもあるわけですね。でも問いはどっちが正しいかっていうことなんです。私の脳の記憶能力っていうのは限られてます。でも非常に多くの例えばテレビに出た場合にものすごく多くの人に覚えてもらえるわけですよね。で、そういった社会における記憶の正確さと私の個人の脳の中にある記憶の正確さを比べれば当然社会の方が正確なわけで、その意味では私の経験は私の中にあるっていうよりも社会にあるわけです。だから社会の中で「先生見ましたよ」って「あんなことしてましたよ」って言われたら「あ、そうかな」って思っちゃうわけですね。わかります？言いたいことは、きっとアンドロイドと僕は経験を共有できるんだというわけです。じゃあその経験を共有できるとするならば私ってのは一体何だと。いつも私って言うわけです、ね、私っていうのは多分、いろんなところにいるんじゃないかと思うわけです。皆さんの記憶の中にですね。もし私が世界でたった一人で他に誰も人間がいなければもちろん私っていう必要はないんですけれども、いろんな人が先生はこうだったああだったって僕の知らない私を見てたりするわけです。僕が忘れてしまった私を見てたりするわけです。私は世の中に分散していろんなところで、皆さんと関わる少しずつ違う私が存在する、そう思えばですね十分彼も私の一人なわけですね。多分師匠にとって米朝アンドロイドは、師匠の一人になるんではないかというふうに思います。もちろん周りの人にとってもそうですね、家族にとっても。でじゃあそうなると私っていうことについて考え出すとさらにはその人間の定義っていうことになんとなく思いを馳せてくるわけですね。で、人間、その人間の定義において、技術開発はどういう意味を持つのか。もちろん私は技術開発をする研究者ですから、そういうふうに考えると人間の能力を機械化するっていうのは技術開発の意味で、機械と人体の融合っていうのをどんどん推し進めていってるんだと。でこれはどういうことかというと、今まで人間がどうやって進化するかっていえばその遺伝子によって進化するというふうに、もちろん皆さんはご存知っていうかそういうふうに思ってるわけですが、実際にはですね機械と融合していろんなメディアと融合してどんどん進化してるわけです。携帯電話を持ってるような生物ってのはいないんです。もうほとんどテレパシーを持ってるのと一緒ですよね。ですから、アンドロイドという新しい技術によって人間はさらに進化する可能性ももちろんあると。人間そのものが変わっていく、人間の定義が変わっていく可能性があるわけですね。体に物理的な体、肉体にそれほど意味があるわけじゃないです。手足がなくてももちろん人間ですよね。さらに言うと全ての体をアンドロイドにしても人間っていう時代っていうか、ほぼそう言っていいんではないかなと思います。でじゃあ他にそれで一方でですね何が一番人間らしいことかっていうふうに考えてみるとおそらく僕は信じることだと思うわけです。例えば心がどこにあるのかって考えればですね人の身振り手振りを見ればあの人は心があるっていうふうに感じるんですけれども、じゃあ自分に心があるかって自分に問いただせばどこに何があるかさっぱしわからないわけです。思わず心臓を見るわけですけどもちろん心臓に心なんかあるわけないんです。脳にあるんだけど脳に心があるなんてやんないわけですよね。だから脳っていうのは他の人の心っていうのは他の人の仕草を見ればそこに感じられるようなもので互いにそう思うから自分にも心がないとついつまが合わなくなるわけです。人間そのものもそうだと思うんですね。お互いに人間だと信じるから人間なわけですね。隣の人がアンドロイドか人間かって本当のところ確かめようないわけですね。座ってうなずくだけだったらこいつもやってます。だから互いに人間と信じ合えればそれで人間でいられると。アンドロイドである皆さんもですね心配なくお互いに信じてるわけですから十分人間として今存在できてるんだと思います。人として存在するアンドロイドで多分だからアンドロイドっていうのは十分人として存在できるんだろうと思うわけですが、その一つの根拠はですね隣の人の脳みそ入ってるって
いつ確かめましたとか、ね、いいって本当に入ってますかとか。でもね、自分でも分かんないんですよね。時々脳を掴んでみたいとあれダメ、 CT とか MRI ダメですよ。あれコンピューターから出てくるから合成してる可能性があります。時々頭蓋骨こう開いてね、あ、ちょっと入ってるなとか確かめとかない。でもそんなこと日常で絶対しないんです。こんにちはって会う人の中身が何であるか関係ないです、ね、ロボットとは言わない、火星人かもしれない、ね、中身なんか問わないっていうのは大事なんです。日常では中身なんか関係ないです、ね、だから隣の人がアンドロイドであっても致し方がないということですね。でもそうやって僕らは技術を受け入れて、人間の定義を広げて、身体的な克服からどんどん解放されていく。それが技術開発の意味でもあるし、人間の定義を拡張する意味でもあって、それが本当の自由なのではないかというふうに思うわけですね。でそういったアンドロイドはもちろん技術の塊ですから、どんどん人間を超えていく可能性があるわけですね。もう多分超えると思います。クイズだってコンピューターの方が、ね、人間よりはるかに優れた回答者になったりしてます。でじゃあ人間にしかできないことってあるのかと、よく問われますけど、僕逆に言いたいのは、アンドロイドよりロボットより人間は優れてないとダメなんですか。オケラだってミミズだってみんな生きているんだっていう歌あるじゃないですか、ね、人間もそうやって生きていればいいんでしょって。なんで人間は人より優れてない、機械より優れてないとダメなんですか。もうそろそろそういう考え方はやめた方がいいかもしれないですね。それでも人間として生まれてきたからには、なんていうんですか、いろいろこうまだまだ感動してですね、そのロボットと比べることなく、いろんな思いを持つことができるわけです。でこれはアンドロイド演劇のシーンですけれども、ここではアンドロイドは人間よりはるかに綺麗でマリア様のようだって言われてます。もうとっくに人間を超えてるかもしれないです。どっちが人間かアンドロイドか、分からない人はいいですけれども、ちょっと怪しいですけどね、どっちがどっちか分かんないですけど、どっちかはアンドロイドでどっちかは人間です。で人間とは何かっていう話をしてきたんですけれども、最も大事なのは、社会の中で認められるっていうことなんです。で社会の中で人間は初めて人間になると。社会が認めればそれでいいっていうことなんですよね。でゆえにアンドロイドも人間になれる可能性があるわけです。国によってはですね、そのチンパンジーだって人間並みの権利を持っている国もあります。だからアンドロイドでも社会の中で認められれば十分人間になる可能性があって、よく織田さんがこういう話をするんですけれども、例えばお子さんを持っているお母さん、その子が死んだとします、交通事故で。それでアンドロイドを作って、私が作ってあげて、でお母さんはその子供のアンドロイドを大事に育てる。周りの人ももう人間の同じように育てる。でその一家にですね、泥棒が入って明らかに悪い泥棒が入ってきてアンドロイドを壊しそうになるので、お母さんは泥棒を殺してアンドロイドを守ったと。果たしてこれどっちが悪いですかと。正当防衛は適用できますか、ね、今の陪審制度、皆さんがそれを裁かないといけないわけですよね。どう見ても人間として育てられて、みんなが周りの人が人間のように大事にしているアンドロイド、それを守るために泥棒を殺したと、ね、非常に難しい問題だと思います。でそういうふうにアンドロイドも人間になるわけですけど、もう一方社会っていう視点で問題を考えてみると、アンドロイド以外にもですね、いろんなその人間を社会の中でつないでくれる技術を考えることもできます。で社会の中でつながるっていうこと、アンドロイドが人間として受け入れられるっていうことも含めてですね、社会の中でつながる。でそういう技術をどんどん使っていくことの意味って何かって、考えるとですね、他者とか、社会と、自分が融合していくと。それはその個の境界を消失させることだと思うんです。で大阪大学の前総長の鷲田先生が言われた言葉でもあるんですけど、それをエクスタシーと呼ぶと。自分を超えてしまう。で他人と完全に一体になるっていうことですね。でその反対がアイデンティティですね。社会から自分を確立して自分の殻を見つけると。
でこのエクスタシーの状態とアイデンティティの状態を揺らいでるのが人間で、社会の中で溶け出してでいろんなものを吸収してまた自分の境界を見つけると。でそれが、人間の生き方なんだということなんです。だから、社会の中で、自分を、社会の中でも認められるし、で一方でもう一回、自分の視点でもって自分が他の人とどう違うのかっていうのを考えると、そういったことを繰り返す。でアンドロイドそのものもそういった、エクスタシーの状態を持てる可能性があるかもしれないですね。でその人と人をつなぐデバイス、もちろんアンドロイドもそうなんですけど、アンドロイドは多少高価で今すぐ皆さんに届けるっていうことはできないんですが、その、一つの例っていうか、アンドロイドの兄弟みたいなロボットを今回持ってきてます。人と人の間の壁を崩すメディアとかエクスタシーメディアとか言ってますけど、距離感のないコミュニケーション、前回の程度でテレノイドっていうのを持ってきたんです。これはお年寄りが非常に喜ばれます。要するにここから声がしてくるとですね、本当にその声の主を腕の中に抱きかかえて喋ってるような、そういう感覚になります。今これすごく評判で、デンマークで本当に実用化しようと実証実験を走らせてますが、大事なのはですね、抱きながら喋るということなんですね。それでハグビーっていうもっと簡単なやつを作りました。スマホをですねハグビーの頭に入れて抱きしめながら喋ると本当に壁が崩れ落ちます。この中にもですね何組か壁が崩れ落ちた人がいるわけで、ぜひ試してください。すごくいい感じになります。でそのすごくいい感じっていうのはなんていうんですか、そのすごくいい感じっていうのは大事だと思ってるわけですね。すごくいい感じっていう主観、非常に強烈な主観を持つわけです。で人と人がつながる時っていうのはそういうなんていうか強烈な主観、いわばクオリアみたいなものだと思うんですけど、そのクオリティとクオリアが共鳴するようなところがあるんだと思うんですね。でそういうところを科学したい。アンドロイドの研究の果てに、何を研究したいかっていう、そうしたいかといえばそういうところなんですね。で主観を説明する科学っていうか客観っていうか、そういったものに踏み込めないかというふうに思うわけです。我々非常に大きな脳を持ってますが、その大きな脳が果たす役割はそういう強烈な主観を感じるということ、それと、その感じたことを説明するための、非常に豊かな思考を持っていると。それが僕は人間の大きな脳の意味だと思います。強烈な主観を感じ、強烈なクオリアを感じながら、それを感じる理由をずっと考えていくと、自分の存在意味を考えるというのが、こんな大きな脳がある、唯一の理由で、要するに寝て食べたり寝たり、要するにゴキブリであればですね、こんな大きな脳必要ないわけですよね。でももちろんゴキブリも何か考えてるかもしれないですけれども、そういったのを人の生きる意味だというふうに思います。で、昨年の、TEDx シードではですね、そういう主観の科学へ挑戦するんだと。で残念ながら今すぐにその結果まだ完成度がまだ高まってないんでお見せできないんですけれども、例えば痛みを共有できるロボットであるとか、魂を感じるロボット、そういったものを今一生懸命作ってます。またいつの日かそういうものを紹介できればと思います。じゃあ以上で私の話を終わります。ありがとうございます。はい。今日の聴衆は全員アンドロイドだったよな。アンドロイドの前で喋るの嫌じゃないの？そうでもないよ。言われなきゃ気づかないしね。人間の前で喋る方がいいだろう。言われなきゃ気づかないよね。でアンドロイドでも人間でも、言いたいことが伝わればそれで十分かなと思うよ。それはわかるな。そうだね。はい、じゃあお願いします。雨にも負けず風にも負けず